本日ブリを狙って5日目です。ブリよこいこいゴロニャーゴ化け猫だぞ。ちょっとね、お魚が釣れるには何か猫的なものがいいなって思ったから買った。かわいいでしょ。よし行くぞ。出発。今日こそはブリを。やばい、来た来た来た。重い重いよ。いたいた、魚いた魚いた。ちょっと待って、ブリじゃないです。ブリじゃない。はい、ありがとうございます。待って待って。はい、ありがとうございます。待って待って、もしかしてブリを狙ってたんだけど、ブリじゃないよ。やったー、バーティスでマダイ、結構いいサイズやったやったー。あれブリじゃないねあれ、あなたはブリですか？ブリではありません。私はマダイです。やったねいいサイズだ。わー、はい、今釣れたマダイです。いいサイズです。45センチ、50センチあるかもしれないな。私のね、これね、全然当てにならないからね一応ね、50あるかないかだと思います。こんな浅いところにこんな大きいのいるんですね。持って帰って食べよう。ありがとう。湧いてる湧いてる。でもこの状態で釣れるのかな。追っかけられてんじゃないのこれ。来たやば、来た。早っ。しかもこれただ巻きでめっちゃ来るんじゃないの。この間と全然違うね。お、これ2匹ぐらいついてないかな。よし、来てる来てる。重いぞ。2匹。よし、サッパも十分釣れたので、今から開いてる。すげえ。今から沖に出てでっかいブリを狙います。何回釣れましたか？サバいるってありがとうございます。見てなかったサバか。湾内でボート釣りすると船乗りさんいい人しかいないよね。優しいよね、みんな。ちっちゃい小舟に親切なんだよ走った走った。しまったしまった。走ってる走ってる。よし、来てる来てる来てる。待って、これブリじゃないなバレたね。ラインが切れてる。だからかあいつが来た。ライン切られてる何か大きな魚がいることが分かったのでルアーはやめます
基本的にね、私一つのことしかこうできないタイプなのでね、そんな器用じゃないんですよ。だからこっちかかったらうわーって慌てちゃうから。鹿児島の綺麗な海を眺めながらゆっくり待ちたいと思います。なんか片干しイワシの動き悪いなって思ってたらこんなになってた。あ、引っ張ってる。あ、来た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 。よし。あ、離した。またあれじゃない、お尻の方からガブって噛みついて引っ張ってってやつ。またサメかな。サッパもいっぱい釣れたので泳がせ釣りスタートしました。浮き見えないかもね。あれが沈んだらでっかいのがかかった。でこっちはフリーで泳がせてます。浮きなし。自由だよ。まあ浮きの方も自由なんですけどね。なんかね、こっちとこっちとかなんかちょっと行き先を分けたかったんだけど、イワシの気分次第ということで両方ともこっちに行っちゃったから、これでしばらく様子を見ます。あっちで湧いてるよ。やったいでー。ああ、やっぱ跳ねてる。サッパが逃げてる。にゃーにゃー誰だっけ、山田。かわいい山田。ここに通い続けて5日経ちますけど、やっとナブラを見ました。それまで私が長考に来た日1回もナブラ立たなかったからね。さあ次はファイトシーンでお会いしましょう。あるかな。さすがにあるだろう。さて今回はちょっと私以前から試してみたいことがあったんです。ここのポイントなんですけど、すっごいナブラが湧くポイントなんですよ。そのナブラの中にこういうリアル系の実際にいるだろうっていうような魚のカラーリングのルアーと、こんな感じの実際こんな色の魚いないだろうっていうルアーを一緒に投げてみて、どっちがより釣れるのかっていうのを試してみたかったんです。だから今日はちょっとカメラマンさんにも協力してもらって、私はこっちのリアル系のやつで、カメラマンさんはありえない色のルアーっていうのを同時にね、ナブラが湧いた瞬間にとりあえず投げ込んで競争だ競争、どっちが釣れるんだろうね。おいしい。どこに落ちたかが見えない。ちょっと眩しいからね、こんなこともあろうかと。じゃーん。眩しくない。見て見て、すごくない？サングラスついてんだよ。なんかこういうキャラクターいない？ルアーがこう飛んでも来ないからいいね。これよき。これめっちゃいい買い物したじゃん。ラリーポッピ。釣らない猫はただの猫だ。はあ、はい、じゃあもう私あげますよ。いいんですか？ああ。いやー、あいや、まだい。うわ。
かせます。はい、ナイスです。すっげえブリ釣ろうとしてるのにカメラマンさんがマダイ釣った。カメラマンさんはそうなんかありえない魚色のやつ使うって言ってたのに、ナチュラルカラーの私が使おうと思ってた北海道限定使ってたんだよ。そしたらこんなでっかいマダイ釣ってくれちゃって、まあ2、4、60あるんじゃないですか。やったね、やりました、やりましたね。いや、カメラマンさんが釣ったものは私のもの、私も一緒に食べれるやつ。やった、ありがとうねマダイちゃん、でっかい。いや結局私が釣ったんじゃないですけど、お魚が皆さんに見せることができたのでよかったです。でっかいね。ブリじゃなかったけどね、ブリのナブラに投げてマダイ釣ってるんですよ。すごいなんかすごい変なプロですよね。わーってそこら辺にいるやつじゃないやつを釣るってすごいな、すごいなよくよく考えたらめっちゃすごいじゃん。いいな、いいな、私もブリ釣りたいな。あ、こっちだ。あ、ってことは来い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 。ちょっと無理か。うわ、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 ナブラに囲まれた。来い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 。うわ、すごいすごい。あー、ちょっと場所通り過ぎた後だったかな。ナブラに囲まれたのに。よし、来た来た、やった、やった来た。あれでもなんか今色が違った気がする色がね、色がなんかね、ブリっぽくなかったよ。大丈夫？ついに来た。ブリ来い、ブリ来い、ブリ来い。おー、やばい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 。あー、やばいやばいやばい。あ、切れた切れた、取れた。うわー、バラした。取れた。悔しい悔しい。あそこだ。あれ違うか。あ、いや、来た来た来た。うわー、そっちも来た。あっち遠かった。あ、取れ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 。来い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 。おう、さあおいで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 。うわ、悔しかったよ、悔しいよ。うわ、よいしょ。うえ、なんですかなんですか。何何なんだかんだありまして、作戦を立て直してきました。天才女子高生に
再び案をいただいて、私は強くなって帰ってきた。先日ルアーを投げてて、おそらく10キロ級なんじゃないかなっていうお魚がかかって手前まで寄せれたんです、なんとか。そしたら手前でわーって突っ込まれて針が外れちゃって、結局ばらしてしまったんですね。原因としては針が曲がってたっていうのがあるんですけど、でその話を帰ってからポコタに「ごめん、多分でっかいブリかかったけどバラしちゃった、ごめんね」っていう話したんです。そしたらポコタが「そっか、残念だったね」でもその後何もかからなかったのって聞かれたので、そうかからなかった、ナブラも起きなかったんだって説明したんです。そしたらポコタが「ナブラって何?」ってなって、いやナブラっていうのは実際小魚とかがご飯とかをこうやって食べてわーって集まってるところに、でっかいお魚がその小魚を狙ってふわーって集まってきたのに、逃げる小魚たちがヒャーってなって海の上がバーってなることがあるでしょ、それがナブラっていうんだよっていう説明をしたんです。そしたら「そっか、じゃあそれも起きなかったってことは、そこにいた小魚たちはどこ行ったの?」って聞かれたんです。知らないって知らないって答えました。いやだって私知らないから。でそしたらですね、ポコタが「じゃあさ、どこに行ったかお魚わからないんだったら、ルアーを投げるところになんか魚に餌やって飼いならして、そこにいろって言っとけばいいじゃん」みたいなことを言い出したんですよ。いや確かにそうだなって思って、なんで私気づかなかったんだろうって。やっぱね、賢い子は違いますね。私今までなんかルアーを投げたところをブリとかが通ってくれたらいいなって思ってたんです。じゃなくて賢い子は自分が投げるところに魚を集めるっていう、やっぱ違うな、神ですね、あの子は。でその後もいろいろポコタと話してて、去年ポコタが私のために泳がせ釣り用の仕掛けを考えてくれたことがあったんです。そしたらその仕掛けを考えるにあたって魚の生態についていろいろ調べてから仕掛けを考えてくれたんです。魚は泳いでる時にエラから代謝物質を出しながら泳いでると。で大きいお魚とかはその小魚の出した代謝物質の匂いをパッてこう嗅いで、あそこにいるっていうのが分かって、そいつらを追いかけてくるってことは、そこに魚がいる。でその魚が、餌の匂いもですし、その魚の代謝物質が潮に乗ってこう流れていく。その潮の流れていた先の方にルアーを投げれば、こっちで魚の代謝物質に気づいたでっかい魚がこうやってくる。こうルアー逃がしてこうやってガブってくるじゃん。なんで思いつかなかったんだろうね。思いつかなかったっていうか、なんかそこまで考えてなかった。いや考えるって大事だなってまた改めて女子高生に学びました。なので今日はポコタ様にお教えいただいた通り、餌をまいて片干しイワシをまず集めて、そこで餌をこう食べさせて、そこにでもなんかこれ四方八方にやった方がいいよって言ってた。でもう一個、餌をやるのはいいけど与えすぎるとダメだよって言われて、なんでたくさんあげた方がたくさん寄ってくるじゃんって言ったら、お腹いっぱいになったらどうするのって言われてそうですよね、確かにうちの飼ってるイシダイの衣もお腹いっぱいになったらやっぱり食べるテンション下がるから、ある程度まだかなもうちょっと食べたいなぐらいでちょってあげたら、うわーっていうすごいいい動きをするんですよ。だから今日は餌をほどほどに片干しイワシたちに与えて、潮に乗っていった魚たちの匂いに寄ってきたでっかいブリをゲットしたいと思います。でね、もう一個私の失敗、前回使ってたルアー
実はシーバス用だった。針がシーバス用だった。だから曲げられたってことで、今回はこのね、これ青物用なの。太軸のもう絶対取れないだろうっていうすんげえ針ついてんだよ。もうこれなら曲げられないでしょ。これで絶対釣ってやる。でしかもね、ナチュラルカラーのルアーがなんかいいのかなって個人的には思ったので、イワシカラーにしました。ほんとここに泳いでる片干しイワシっぽいんですよ。これアピール力もあると思うので、そろそろ皆さんにでっかいブリをお見せしたい。ちなみにこのルアーミノカはバレットファーストの 140S かなですね。はい、を使います。はい、それでは本日も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。にゃーおにゃおにゃお。よし、やるぞ。蒔絵はカメラマンさんにお願いしました。でこれわーって巻いてる時に片干しイワシにボンボンボンって当たるってことは、このルアーが自分たちの仲間かもしくは敵だとか、そういうのが見られてないってことでしょ。共存して泳げてるやつってことでしょ。ってことはブリにもそう見えてるかも。今蒔絵を巻き始めて30分ぐらい経つんですけど、もうねサパーの量がねすごいことになってるよ。この辺もうね、どこに投げてもラインルアーにベベ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 って当たってる。おお、回る回る。うわ再びちょっと待ってくださいね。こっちのさ、待って待って。去年のヒラメ再びでございます。びっくりしました。うわ、またでっかいヒラメが釣れました。なんかカメラマンさん、私いいとこだけもらっちゃってすごい申し訳ないです。カメラマンさんすごいね。ジグザグ引き伊達になんかやり尽くしてないですね。すっげえ。にゃんこにゃんこ、おっきいヒラメ釣れたよ。すっげえ見てる。すげえ見てる。お魚釣れた。あ、逃げちゃった。みんな丸々としてますね。やったね、カメラマンさん。ちょっと最近のカメラマンさんすごいよね。いいな。ちょっと私も見習おう。頑張ろう。ってなわけで今日はカメラマンさんのヒラメの身体測定です。すごかったよ、これも。オープンドマーすごいすごいね、やったね、おめでとうございます。やばい、これさ、去年の年末に釣った私のヒラメより大きいですよね。すげえ。しかもしかもですよ、皆さん聞いてください。
カメラマンさんがこのヒラメ釣った時に使ってたルアー、なんと大ペンですよ。大ペンでヒラメ釣るって私初めて聞いたんだけど。うわすっげえ。まだ生きてるまだ生きてるまだ生きてる。重っ見て重い重い。私が釣ったのこんなに重くなかったよ。すごいよ、ほら見て。やべえ。しかもね、ほらこの厚み。やべえ、私と同じぐらい。そんなことはないか私こんな薄っぺらくないや。ヒラメにしちゃ大きいけど。嘘。カメラマンさんやったよ。80センチだよ。これ80だよ。これ85。4、3、2、1。81センチじゃない？ちょっと待ってね。81センチだよ。すっげえ。すごいですね。おめでとうございます。いいなあ。いや、カメラマンさんルアーの才能あると思いますよ。ぜひ下手くそな私に代わって青物いっぱい釣って私たちみんなに食べさせてください。よろしくお願いします。ね、すごいよね。顔見てくださいよこれ。私のってほらこんなんだよすっげえ。私の拳口の中にボンって入るぐらい大きかったですよ。すごいね。いやこれはね、みんな喜ぶよ。みんなで食べよう。いいですか、みんなで食べて。もちろんカメラマンさんのご家族の分を優先して残りを私とみーちゃんとポコタとお姉ちゃんにもちょっとずつもらいたいと思います。ありがとうございます。本当にありがとうございます。私が料理する、なんか私が料理する流れになってる。わかりました。じゃあさばき担当は私にさせていただきたいと思います。うわ、これうちのお台所でさばけるかな。またちょっと衣の前にテーブル置いてさばいた方がいいかもね、これね。わあ、すごいな。なんかいろんなものいっぱい食べてるんでしょうね。ちょっと氷買って帰ろう。わあ、すごい。もうちょっと待っててね。すごいな、ここあんなに大きな。でも餌になる片干しイワシがいっぱいいるからあんなに大きくなるんでしょうね。やっぱりご飯はたくさん食べるべきですよね。私も大きなヒラメのように今年もたくさんご飯を食べたいと思います。じゃじゃーん。今回私たちが投げ倒してきたルアーたちです。すごいでしょ。こんだけ投げてやっとかかったんだよ。じゃあちょっとご紹介していきます。さて今回カメラマンさんが80センチのヒラメを釣りましたが、その時使ってたルアーがこちら、ブルーブルーさんのガチペンです。ガチペンでヒラメ釣るって私聞いたことないんですけど。でちなみにあそこの釣り場って水深が深いところでも多分5メートルぐらいしかないんですよ。にしてもトップでヒラメって聞いたことないなそして、60オーバーのマダイ、これもカメラマンさんが釣りましたけれども、その時使ってたルアーはこれ、ショアラインシャイナーの S だからシンキングか。これ北海道限定カラーグリーンバックゴールド。ちょっとかっこよく言いたかっただけ。これでマダイカメラマンさんって面白いのを釣りますよね。しかもこの
時ってブリのナブラの中にこれ投げたらマダイが来たっていう、すごい才能だな。それから私がマダイを釣ったやつはこれバーティス。これもシンキングか。なんかあんまり私詳しくないけど、さっきのこれと同じかなわかんないけど、はい、これで釣りました。マダイか。マダイに好かれてるね。鹿児島マダイいっぱいいるから。でもブリが釣りたいんだよ。そして私が青物を、まあおそらくブリでしょうね、あれは。ばらしてしまったのがこれ。セットアッパーのシンキング。多分170、170だったはず。ちょっと覚えてないけど。これがね、針を曲げられてしまったんですよね。これが問題の曲がった針です。見えます？こうしたらいいね。隣の針と比べたら分かりやすいかも。こんな感じで曲げられてしまったんですよ。一応ね、太軸の針に変えれば、まあ、使えないことはないっていうふうに教えてはもらったんですけど、そもそもこれ貫通ワイヤーじゃないんですよね。だから鹿児島って本当10キロ級のブリとか、あと結構沖の方に出ればマグロだったりとか、あとヒラマサとかも釣れるんです。それがかかった時に壊れるよなって思ったんですよ。バキーって行く気がするので、もうせっかく大物狙いで行くんだったらちゃんとしたなんか貫通ワイヤーのやつ使わなきゃって反省しました。そこで手に入れたのがこれ、バレットファスト140。これイワシカラーなんですけどね、私が狙ってるブリがいるところにいるお魚、片干しイワシがこういう色なんですよ。これだったらワンチャンでっかいヒラマサとかが来ても折れることないし壊れることないからいけるんじゃない。カメラマンさんが釣ったヒラメを見て思ったんです。ペンシルのポテンシャル、これを私は感じた。なのでちょっと私こういうペンシル、これラピードってやつなんですけど、カラー確かチミドルイワシっていうカラーだったけど、こういうねペンシルで、ここにもいっぱいあるんですけど、昭和からマグロとかヒラマサとか、とりあえずこれでっかいのしか釣れないと思うんですよ。ペンシル縛りで大きなのを狙いに行ってきます。この間からですね、ちょっとこのペンシルを使いこなせるように私練習してきたんですよ。そしたらやっとミスダイブすることなくヒュッヒュッってすごいいい動きを出せる動きを出したのはこの子で、動きをさせるようにできるし、動かせられるようになった、動かせるようになった、そうそれなったから行ってこよう。皆さんもしおすすめのダイビングペンシルあったら教えてください。ちなみにフローティングでお願いします。新たな目標として大ペンでブリ、カンパチ、ヒラマサ、マグロのオール10キロオーバーのでっかいお魚を初夏から釣るのだ。よし、これいい目標じゃないですか。ただそれをちょっとするには大ペンの種類がちょっとまだ心もとないので、カラーだったりとか、あと種類とかまだいっぱい揃えたいと思います。色によって魚の食いつき方も違うと思うし、あとやっぱ種類によって動き方も違うと思うから、なんかこうなのだったりとかこうなのだったりとかよくわかんないけど、
ちょっと研究しよう。はい、ということで今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。